狙って。よし、プリミティアプレイヤーエールです。今回は最新アップデート 1.12.0 の紹介といつもの武器作りの構成でお送りします。古代のロボットと新素材の追加ですね。久しぶりのアップデートなのでどうなっているのか楽しみです。それでは紹介していきましょう。まずは地味に欲しかった新素材からです。こちらは耐久力を100回復する普通のリンゴですが、火で炙って熱すると、なんと新素材の焼きリンゴに変化しました。こちらを食べると200回復したので、どうやら回復量が2倍になるみたいです。続いての紹介はこちら。鉄の強度の変化です。強度が1500と以前の1000の 1.5 倍になっています。丈夫になって新登場ですね。そして次はいよいよ古代のロボットの紹介です。平べったいスポナーから召喚されました。スライムと違って複雑な動きで近づいて手に持っているもので殴ってきます。私の背が低いせいか空振ってますね。なかなか防御力が高く、鉄の刃で数回切りつけたくらいでは破壊できません。でも、ロボット同士を近づけることで、同士打ちさせることもできました。うまくタイミングが合うと、お互い持っているものがぶつかって壊れ、手から落ちることもありました。すぐに拾いに行くのも人間っぽくて面白いです。ロボットに物を接着することや、地面と固定することもできないので、なかなか手強いですが、戦い続けていると、やられてしまいました。次こそ倒せるように、慎重に戦っていると、私の回避する動きで、同士打ちさせられましたが、私もレーザーでやられてしまいました。それからも何度も戦いましたが、倒したところがカメラに映らなかったり、ゲームがフリーズするという謎の現象が起こってしまいます。倒すコツとしては、耐えたりすることで簡単に転ばせることができますし、こうやって海の近くで転ばすと、よし、海に浸かって壊れました。水には弱いみたいです。一番簡単なのは、押し込みながら持ち上げて水に運んであげることです。こうすることで簡単に古代のロボットを破壊して古代のトランジスタやトリガースイッチなどを手に入れることができるようになります。ちなみに今までこのアイテムを落としていた自爆ドローンを破壊しても落とさなくなったみたいです。そして古代のロボットが振り回していた板のようなもの、これが新素材のセラミックスでした。タングステンの攻撃力を持ち、古代の合金の重さで、強度はプラスチックと同じです。これでコレクションに登録されたはずなので、早速クリエイティブモードで確認すると、セラミックスがちゃんと登録されていましたが、古代のロボットとスポナーは入っていないので、古代のロボットのスポナーを設計図に登録しておきましょう。ちなみに、古代のロボットは設計図に登録できませんし、物体削除機能で消すこともできません。素材ではないみたいです。特殊な存在なんですね。グリーンスライムによる爆発で簡単に排除できました。そしてこの爆発にもアプデが入っていて、物体の耐久力の10倍以上のダメージを爆発によって与えると、物体が消滅するようになりました。このおかげで、散らばる破片でゲームが重くならずに済みそうです。射撃武器を使っても、ロボットを破壊することはできますが、常に動き回るので、トリガーを引いたらすぐに撃てる、扱いやすい武器が欲しくなりますね。プリミティアプレイヤーエールです。今回は、スナイパーライフルを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、トリガーを引くとすぐに発射する、扱いやすい武器にしたいのに、うまくできたなー。
ル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはこちらのスナイパーライフル回2の紹介からです。コンデンサを使わず大量のバッテリーを採用することで命中精度の高い安定した射撃ができますが、重量が重くトリガーを引いてから発射まで少しだけラグがあります。そしてコンデンサを使って軽量化しようとすると高確率で暴発してしまいます。これを作った時はコンデンサがなかったので、それ用の設計になっていないからですね。そこでトランジスタと鉱酸、タングステンなどを組み合わせてトリガーを引くとすぐに撃てて先端重量も軽い扱いやすい発射の仕組みを作ります。こんな感じで火薬の爆発で鉱酸の部品が2つ壊れるようにしてトランジスタを通電させる回路と弾に点火する回路の配線をうまく破壊していくことで素早く連続でトリガーを引いた時の遅延なく撃てるようにしようとしましたが、なぜか発射時に鉱酸の部品が壊れない謎の現象が起こりました。どうやら火薬の同じ面から複数の部品に爆発ダメージを与えるとノーダメージになることがあるみたいです。そこで回路を修正するとともにアップデートが入って新素材のセラミックスが手に入ったのでこちらを玉にしましょう。ダメージを上げるために火で温めて乾燥して薄くしようとしましたが普通の温度では無理みたいです。タングステンが乾燥できる1200度以上にしてもダメでしたし、ロケットエンジンを使って2000度まで上げても薄くすることはできません。しょうがないので古代のロボットが持っている薄いセラミックスの剣を奪いましょう。古代の技術じゃないと薄くできないということだと思います。セラミックスは軽いので速い弾速の強い弾ができそうですね。早速最小サイズにしたセラミックスを先ほどの仕組みに搭載してさらに回路の方ももっと安定して発射できるように修正していきます。こんな感じで接触しているように見えて通電していない貼り付け状態を作って2つの回路を分離させることで鉱酸が壊れない問題に対応しました。ここからちゃんと回路に狙ったように電気が流れるように微調整をしていきます。隙間をギリギリに詰めているので接着されてほしくないもの同士が接着して回路の電気の流れ方や熱伝導がおかしくなるので12発の弾一つずつを何度もチェックしながら回路を修正していきました。何度も何度もやり直して12発の弾をトリガーを引いた瞬間タイムラグなく発射できるようになりました。バッテリーも3本だけどかなり省エネで軽量です。仕組みはこれで OK としてこちらを簡単に発射できるように別バース扱いにするベアリングを挟んでトリガーやバッテリー位置の調整、狙いやすい標準器の取り付けを行いました。スナイパーライフルらしく高精度の射撃ができそうです。早速向こうの木を狙うとちゃんと撃った弾が当たって破壊することができています。軽いセラミックスの弾だけに弾速もかなり速いみたいですね。先端のトランジスタは不要と気づいたので取り外して、これでスナイパーライフルは完成です。12発の総弾数を持ち、トリガーを引くとタイムラグなしで強力な弾を発射できるかなり強い武器になっています。軽いおかげで取り回しも良く素早く生えている木を破壊することができました。ではせっかくなので古代のロボットを狙ってみましょう。ここで不思議なことが起こりました。古代のロボットが召喚された瞬間、バラバラになって舞い上がっています。テンション高めの個体みたいです。では気を取り直して、歩くロボットよく狙ってよし命中して破壊しました。今までの稼働しないタイプの銃だと残りの弾数がなくなるにつれて
トリガーから発射までのタイムラグが増えるパターンが多かったので、動く標的に向かってこんなに簡単に当てることは難しかったと思います。ここで爆風によって照準器が壊れていることに気づいたので、高3からゴムに素材を変更しておきました。今度はロボット側からの視点で狙撃してみましょう。結構遠くから撃ったので、撃たれたことに気づいてないみたいです。私の視点から見てみると、ちゃんと狙い通り弾が飛んで当たっているのがわかりますね。セラミックスの弾のおかげか、威力もかなり高いので、当たればロボットも簡単に破壊できました。では、いつものように、巨大な木から狙っていきましょう。あれ？ダメージが入りません。どうやら距離が遠すぎて、軽いセラミックスの弾が空気抵抗に負けて、減速しているのかもしれません。今度は近づいてみると、かなり高いダメージが入って、簡単に破壊できます。スナイパーライフルなのに、遠距離で威力が落ちるのは困りますが、これくらいの距離なら強いので、ロストしましょう。ドローン工場の壁も、その高い威力と狙いやすさで、簡単に破壊できます。レーザー発射台も、狙えば簡単に壊すことができました。そして、風力発電機の方は、ちゃんと狙ってバシバシ当てていくことで、風車部分を完全に破壊した後、柱の部分もぶち壊しました。さすがの威力と狙いやすさです。それでは次は、こちらのザオキャラの大群を狙って、スナイパーライフルで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか？思った通り、正確に弾が当たって、バシバシ破壊しています。ヘッドショットも楽勝ですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。狙いやすい照準器なので、止まった的であれば、かなり楽勝でした。遠くでうろちょろしているロボットが気になったので、標的を変更して、狙撃していきましょう。ロボットを狙い続けて、かなりの数を破壊することができたので、なかなか楽しめました。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、スナイパーライフルで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか？早速狙い撃ちすると、ダメですね。イエロースライムにセラミックスの弾は効果なしです。ガラスの仲間だと思っていましたが、予想を外れて効かなかったので、いつも通り銀の刃を取り付けて、改めて狙っていきましょう。今度はダメージが入っています。でも、弾速が速すぎるせいか、ノーダメージの時もありますね。そして、やったー！ 49,682 ダメージ。巨大スライムを倒しました。奇跡的にスライムが銀の刃を自分に弾いたのか、かなりの大ダメージが出てくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたスナイパーライフルさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは